名探偵の調査。探偵は手の中にある小さな金色の竜をもう一回見た。見れば見るほど、その竜は鍵の形をしていると思った。もしこれが鍵なら、この鍵で開くドアがあるはずだ。では、そのドアはどこにあるのだろう。ドアの向こうにはどんな秘密が隠されているのだろう。もしかして、遠い昔の秘密、見つからなかったダイヤモンドがそのドアの向こうにあるのだろうか。すべての答えは、耳という言葉にあるのかもしれない。昨夜、暗い部屋の中にいた幽霊の手は、その答えを知っているはずだ。その幽霊は、昨夜、良太と愛子が寝ている場所を変えていたことを知らず、良太がベッドのライトの近くで寝ていると思っていたので、そこに寝ている人の首に触れたのだ。しかし、そこに寝ていたのは、良太ではなく、愛子だったのだ。その幽霊の目的は、小さな金色の竜を盗むことだった。幽霊は、良太と愛子のことをよく知っているはずだ。探偵が頭を下げたまま、何も言わずに、小さな金色の竜を見ているのを見て、良太は、明智さん、私の曽祖父の話は、幽霊の手と何か関係があるのですかと、聞いた。探偵は頭を上げ、小さな金色の竜を良太に返し、まだわかりません。まず、すべての部屋を調べたいのですが、いいですかと、聞いた。良太は、はい、大丈夫です。私が案内しましょう。と、言った。探偵は、良太の後ろから2階に上がった。探偵は、1階と2階のすべての部屋を調べたが、どれも、普通の部屋で、特別なものはなかった。最後に、彼らは3階に来た。3階には、大きな部屋と小さな部屋があった。小さな部屋は、メイドの花江の部屋だった。最後に、彼らは3階の大きな部屋に入った。この大きな部屋のドアには、鍵がかかっていた。良太は鍵を取り出し、鍵を開けて、探偵を部屋の中に入れた。この部屋の中は、厚いカーテンがかかっていて、とても暗かった。部屋の中には、ソファーやテーブル、たくさんの美しい外国の絵や、古い本などがあった。探偵が最も興味を持ったのは、赤い布で覆われた、銅像のような大きなものだったが、赤い布で覆われていたので、それが何なのかよくわからなかった。探偵は前に出て、赤い布を取ろうとした。その時、突然、良太が、触らないで。と、大きな声で言った。探偵は、どうしてと、とても不思議そうに、良太を見ていた。良太は、この赤い布の下には、曽祖父がドイツから持ち帰った銅像があります。この銅像にはとても不思議な力があり、触ると悪いことが起きると聞いています。昔、この話を信じていない人が、この銅像を触ったことがありました。その人は、次の日に亡くなったそうです。このようなことは一回や二回ではありません。だから明智さん、安全のために、この銅像には触らないでください。と、言った。それを聞いた探偵は、突然後ろに倒れて、ソファーに座った。